一人身になるわけですよ。離婚されて一人身になって、ね、この地元に帰ってくると。地元に帰ってきて、親ももう大反対だし、離婚してね、借金しか持って帰ってこなくてもうこの辺の土地を探してたんですけど、ここの土地をたまたま見つけた時に本当に当たる気がしたんですね。ピンときたんですね。ピンときました。もう140坪の土地を借りて建物を建ちたいなと、他にチームなかったんですけどもうまたその山梨の温泉場でもね、料理長やりながらでも結構遊びながらやってたもんですから、お金はないし、もう31から33ぐらいでここ土地で農地転用で建築確認とかって建物建つまでに1年半ぐらいかかったんですね。それでなのですから、ここが出来上がるまでの1年半2年の間はもう朝は第二透明で旗振って、夜は割烹屋さんでまたバイトしてって言って、アルバイトで35万稼いで、そのうち20万山梨に仕送りして。うわぁ、山梨に元奥さんに仕送り。そうです。子供の養育費がね3人いたんで20万。うわー、いやでもなんかバイトで今35万稼げるんだなって思いましたよね。そうですけど15万しか残ってないじゃないですか。大変でした。大変です。実家暮らしでね、おふくろの日の物弁当を食べながら、朝もう7時からラジオ体操して第二透明で泣きそうそれ泣きそうで5時を持ってスーパーダッシュで割烹屋さんまたアルバイト行って、でその時にうちの親父の条件は嫁さんを連れてこいと。嫁さんがいないのに商売やるのは許せないと、なるほど、もう一人者だったらお前商売無理だと、で山梨のその当時仲良くしてもらってた今の奥さんに、一緒に来ていただくんです、頼んでですね。それはお好きやつはされてたんですか、ちゃんと。そうですね。そうですか。でもう無理やりこっちに来てもらって、親に紹介して、実家にいて。奥様も実家？奥さんはまだじゃあ山梨にはまだ山梨にいる状態だったんですよね。じゃあそっか。お店ができるまでは生活もできないぐらい。そうですよね。じゃあ実家でもうお母さんの作る弁当で日の丸弁当。お金も一銭もなくてうわ、なんかすげえちょっと肩身狭いです。肩身狭いですね。もうお店ができなかったらもう本当ピンチだったもんで、本当に親戚からお金を借りる苦しみを味わえとか、どうだろうな、あと1000万足りないとか、これが銀行大きいするかなとか、それは本当にハラハラでしたね。もしこれでダメだったら、もう借金も払えないしね。そうですよね。もう本当に神頼み、舞台さえ自分で作れば、もう絶対自信あったんですよ。なるほど。絶対自信あった。俺は絶対やれるって思ってましたね。3200万ぐらいを。すごいですね。ねえ、無理やりですけど、いろいろ捨てて、いろいろともう借りまくって、作ったんですよね。大勝負ですね、それ。大勝負でしたね。33の時です。すごいな。でもこういう店ってないですね、この辺には。ねえ、いや、ずば抜けてますね。ありがとうございます。こんなのがあってもいいんじゃないかって、もうどんな料理やるにも。日本料理で毎回思うのが、この皿のこの料理こうした方がもっと美味しくなるのにって思いながら食べてて、それを全部やってくれてる感じです。先回り。熱いかもです。昆布のアワビですか。おららららら、でかっ。今もあれですよ。でかっ。あんまりもう身が縮まなくなってきましたね。酒とコーヒーだけ。で奥がもう肝、これはちょっともう今日一個さんちワイン飲んでいただいてるんで、ワイン寄りのソースにしてきました。バター入ってるんですか？もう純米酒半分ぐらいまで煮切って、それでもうミキサーバーッとかけちゃって、もうたっぷりめのバターと醤油と。誰しもがうまいを狙ってますね。確かに高級な食材をやっぱ単価が上がれば上がるほど出していかなきゃいけない。だけどなんかこんな風にされちゃうんだったらそのまま出してくれた方が良かったって言われるのが一番ダメなんだよ。
だけどこれはいいね、王道だねとかでもいいからなんかで褒められないと、変ないじり方もダメですしね。で、まあ1年半経ってこう洋作完成しました。完成しました。いかがでしたか？いやもう最初はもう本当に単品がもう焼き鳥とシーザーサラダ、ね、居酒屋、まあ、主催やお船っていうところで主催でちょっとこじゃれた、居酒屋の、その当時お船っていうでも名前ですね。そうあれね前回でも話しましたけどもうただのニックネームですよね僕なんかからするとめちゃめちゃ当たって、当たったんですか？めちゃめちゃ当たってこっち28席で、もう夜3回転して、1月にオープンしてその年の5月にはもう600万近く売ってましたね。へえ、すごいですね。じゃあ当たったんですよ、第6巻みたいなのが。当たりました。今親御さんはどんな？もう本当にもう親父亡くなっちゃって、オープンして1年目で亡くなっちゃって、まあでもすげえ繁盛してたんで、親父とおふくろはちょっと鼻高かったみたいですけど、ああ、よかったですね。最後の最後に最後の最後に何にも親孝行してないんですけど、でもいや、それ最大の親孝行ですよね。もう本当にまあ天狗になりますよね、やっぱ、成功しちゃうとなりました。もう天下取ったような気になってですね、今までアルバイトとね修行と、っていうのがこっちで今度少しお金が自由になってくるとまた、まあ夜終わったら飲み行って、今まで行ってみたかったお店、銀座の久兵衛とか、ホテルのリッツ・カールトンとかグランドハイアットとか泊まってみたかったらいっぱい憧れあるんですね。東京の先に門脇さんのお店やられて、先輩と一緒に食事行かせてくださいって連絡をずっとついてたんですけど、行かせてくださいって言ったら、やっぱもう全然同じところで修行してたのに全然センス違うんですよ。すごいなって。やっぱこの店、その時はうち若い衆2人ぐらいいたんで、若い衆任せて自分が片桐さんのチョレがぜひ入れさせてください。自分で店出してるのにご本人が修行に行くんですね。そうなんですよ。でもその当時やられたのは焼き鳥、もう本当にもう居酒屋のちょっとだったんだからってことですよね。もうでもすごい良かったです。もうあれの経験がなかったらもう今の僕は全然ないもんですから。うちは最初3500円に大体1500円ぐらいの飲み放題で5000円ぐらいの客単価、からやっぱもうその当時門脇さんって言ったらもう料理1万5000円からとかもう2万からとかっていうようなことをすでにされてたんで、やっぱその値段にも憧れましたね。このままでいいのかなっていうのはあったんですか？ありましたね。そんな情報までありがとうございます。ちょっとあれです。次のトルトリュフのこういうのをもうね漬け込んであります。一緒にこう攪拌してこれ濃い方がいいですよね。酒に合うやつですね。やっぱ今度赤ワイン飲む方多いもんですから。いい香り。トリュフ使うならきしるなよってねよく言われて、そうですね。リーマンショックが入ってやっぱ田舎の方もだんだんこう景気が悪くなった時がやっぱあったんですけど、もうその時に周りにビジネスホテルがいっぱいできてコース料理だけにしようと、完全薬性のコース料理だけにしようって言ってやったのがやっぱ13年ぐらい前ですかね。もう単品もフリーもやめるって言って、思い切って、やったんですね。それがやっぱその時は売り上げたってもう半分ぐらいに落ちちゃったんですけど、今まで来てくれた常連さんとかが来れなくなっちゃった。なんか予約制らしいぞっていうような、なんか敷居高いな、高いみたいな、カウンターに来ててくれたお客さんだけはいつも電話くださいと、もう晩食ぐらいだとリストも用意してますんでっていう体で、カウンターだけはあんまりそういうお客さんしかもう入れずに、そこからもう3ヶ月目には元の売り上げよりもっと上がって。それは何なんですか？フリーでわちゃわちゃ居酒屋の感じで来ることがなく
くなって、同じ目的のお客さんだけになったっていうのは、やっぱ雰囲気が良くなりますし、なるほど。僕らもバタバタしなくていいですし、結果良かったんですね。結果もう全然良かったですね。もう匂いでなんか酒いけそうですね。コクみたいなのがありますね。うまいっす。うまいの代表じゃないですか、これ。ありがとうございます。そんな脂っこくないですね、やっそう、見た目の割にね、ぱ。こんなに油浮いてるんですけど、全然食べた後の後味は、くどくないです。この杉牧場さんの見た目よりは全然食べやすいと思います。すごいな、こお客様の声を聞くようにして、うちのお店ってもうその当時は 98% ぐらいはほぼほぼこの地元の静岡県、言ったらもうこの本当地元の人たちばっかりだったんで、しょっちゅう同じ人が来るわけですね。料理をどんどん変えないと、コース料理の場合は単品ないものですから飽きられちゃうってこと。飽きられちゃうの。地元のじゃあ生しらすとか桜エビとかカツオとかってもうそこら辺のスーパーにいくらでもいいのが並んでるんですよ。もう珍しくてもなんともないんで、そこでやっぱりその東京の頃のその先輩方のフォアグラも使ったり鶏も使ったりっていうその新しい料理に自分の料理を進化させてきましたね。その時にもう主催屋をやめて、新日本料理と、新日本料理、東京のそのままってわけじゃないですけど、やっぱ自分の料理は自分で考えろよ、いつもやっぱ。なんすか、超うまそうなやつ。伊勢海老の天丼。やりますね、もう。伊勢海老の天丼。超贅沢っすよ。見ながら最後の締めちゃんと欲しいっていう方が意外に多いんですよ。なるほどね。ここでトリュフ天丼、ここでやるんですね。あらららら。途中でこれエビ味噌、刺身用のエビなんですけど、エビ味噌のちょっと飛んでの天丼のタレがちょっと入ってもうちょっと味変でトリュフの卵かけご飯までやってもらうんですけど、ちょっと今日はこっちの方で太い結構量食べる人多いですよ。うまい。もうでもかけてもらっちゃっても大丈夫だと思います。エビ味噌もうでも気がついてましたよね。もう若い衆殴ったり蹴ったり、前は本当ひどかったですよね。そうですか。なんかこう居酒屋さんを下を見るわけじゃないんですけど、俺は日本料理だと、居酒屋さんっていうのはちょっと下に見てたんですけど、この居酒屋さんの経営者さんたちとたくさん触れ合うようになったら、もっとこう合理的に、そんな殴ったり蹴ったりしなくても、どんどん組織を大きくして、僕なんかより逆に言うと、そんな信用してない居酒屋のオーナーさんが何店舗も出して、よっぽど儲かってる人がいっぱいいるわけですね。これは自分考え方違うぞと。違うぞと。これはいつまでもお互いの上下関係だけでは通らないし、なるほど。ましたよね。人が強くするんですね、自分を。そうですね。新茶をちょっと足してみます。ご飯ちょっと最後さっぱりさせたい時にかけてもらっても大丈夫です。はい。お酒に合う新日本料理ね、そこはすごいもうめっちゃ目指してます。はい。コロナ禍はもう接待が全部ダメなんで、裏にまた駐車場の土地が買っちゃったばっかだったですよ。調子に乗って。ですから家賃はない代わりに返済があったんで、もう借りたお金で返してるような感じで、あっという間に何千万が溶けちゃいましたね。お金が溶けると初めて知りました。保証金とか出なかった？東京に比べたら全然少ないですやっぱ。で東京は何かしらずっと出てたんですけど、こっちはもう本当にごく少し前だ。地獄ですよ。地獄で東京が結局ダメだと、東京大阪京都がダメな時はこっちもどうせ何の接待もないですよ。だからもうお金はないわ売り上げはないわで、
本当にそこはきつかったですね。でもなんとか 2,3 年ぐらいでしたっけ。そうですね。持ちこたえた。銀行さんに助けていただけた。今ちゃんと残ってますけどね。ああ、よかったっす。借金がまあ残ってるんですね。残ってます。まあまあでもこっからですね。なんか新しいですね、この味。いいですか。いい。ハマグリとお茶の渋みが混ざるって新しいかも。ありがとうございます。静岡っぽいね。ちょうど新茶の時期があって、いや、これめちゃくちゃうまいっす。ありがとうございます。いや、これ定番した方がいいですよ、絶対。そう。いや、結構褒められたくて板前になったようなもんですね。いや、まあみんなそうですよ。そうですよね。やっぱこうね、ずっと繰り返し来てくれてるお客さんに今回は何しようってね、もう追い込まれて。いや、すごい。このコースすごかったです。もう贅を尽くしましたね。静岡も。考えるのが楽しいですね。なんか縛りがないから、なんかここまで突っ切ってくれるとすごい清々しいですね。このまま思いちぎっていきたいと思います。自分もそう思う時に自分は全部350坪すごいな、なんか7000万ぐらい、これを自分の退職金にしたかったんですから。でも55ですよね、今。なんか夢広がりますね。なんかそうですね。本当83までやると50周年なんで、目標としては50周年、83まで、頑張ろうと思えるな、それは。これでうちはまあ家賃じゃないんで、こうやって土地を買いながらやってるもんですから、いいか悪いか分かんないですけど、まあ最後それが返済大変でも残りますんでね、やめたっていう時にお店をさらにして土地をドーンと売ってですね、まあ老後ってだってもう83までやってたらもうほぼ終わりですけどね。でもなんか幻何だったんだろうみたいな。それもそれでまた急ぎいいかもしれないですけど。そうですね。ここからですね。ここからですね。快進撃ですね。もう逆に今からが本番かな。今55なんですけど、今からが本番っていうか毎日ずっと思ってますからね。むしろ本当の人生は借金を返してからが本番だと思ってるんで。なるほど。いやー、熱いっすね。わかりました。いえいえ、ありがとうございました。そんなところですかね。じゃあ、はい。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。かりんとまんじゅうあげてるんですよね。来たお客さんにお土産に差し上げるんですけど、カロリー高そうですね。そうかもでもうまい。うまいですよね、なんかね。なんだろう、何やるんだこれ。お茶って言いたくないな。確かになんかあれかな、ガズミンティーかももっとさっぱりさせた方がいいな。まあでも今ベタに寄付ワインでいいんじゃないですか。寄付ワイン、そうわかんないけど。確かに。I will do anything you want me to do.